して急ぐ君の目に焼き付いて離れない終わりなく続く歌想いさえ超えてゆく君の前に映るように胸の奥開けたまま新たな穴を開け財宝を取り出し偽物と入れ替え穴を塞ぐ横抜きと呼ばれる手口だ。すごい世界だね。ああ、間違いない。情報提供者がカメラ付きの携帯で画像を送ってきた。ターゲットは2人、男女のカップルだ。俺も向かう。現地で合流しよう。おい、お前ら競売はどうする気だよ。任せる。なるべく高く売ってよ。よっしゃ、任せとけ。私のミイラ。はい、準備 OK。 はい、じゃあ行きますわ。1、2。それでは3。それちょっと怪しくない？怪しくありませんよ。はい、次行きますわ。はい、4。5。お嬢様、それは本当に5ですか？5だよ。それでは6、7。8。もう早く。次よ次。ねえねえ。9。ダウト。もみひげおじさん。ねえ、喉乾いちゃったからジュース持ってきて。ウボは本当にやられちまったのかね。おそらくね。それを確かめるためにここにいるんだろ。ウボはただの怪力バカじゃね分かってるよ、そんなこと。え。たとえ敵が苦手な相手だろうが対応できるだけの経験と頭は持ってる。分かってるよ。もしもし。こちらお尋ねサイトのものだ。遅いわよ。今どこ？近くだ。ちゃんとお前ら見えてるぜ。隣の席のカップルだな。間違いなさそうだ。約束の金を振り込むから確認してくれ。うお、入ってるぜ。マジマジ。ねえ、行こう行こう。もう行こう。でもウボーは戻ってこなかった。今まであいつが集合時間に遅れたことがあったか。ねえよ。だがあいつは言ってたろう。鎖野郎と決着をつけるまでは戻らねえって。
お前も聞いたろうが。だから私もおそらくと言ってるんだ。間違いなくやられたとは言ってない。勘か。勘だ。おめえの勘は当たるからな。探し出して切りつける。必ずな。さて問題はここからだな。どうやってあの二人を捕まえるかだが。無理だね。ん？俺たちの手に負える相手じゃないよ。なんだと？今さら何言い出すんだよおめえ。騒ぐなよ、気づかれる。ゴン、お前もなんとか言ってやれ。俺もやばいと思う。へこやるしかないと思ってたけど、実際見ると甘かった。俺も親父の話から3年経ってるし、なんとかなるかなとか思ってたけど。そんなにすごいのか？例えばあそこに密かが2人座っていると考えたら少しわかるか？ゾクッときたぜ。いろんな意味で確かに手に負えんわ。それになぜあいつらクモがこんなとこに這い出してきたと思う？そりゃお前もちろんデートだろ当然。そうなの？じゃああいつらまたありしているようでいて、後ろのカップルにもちゃんと気づいてたぜ。やっぱり。ああ、さりげなく周囲の様子や動きに細心の注意を払っている。俺たちもこれ以上近づくとあいつらの警戒網に引っかかるから、間違っても視線は送るなよ。はじめはマフィアに追われてんだから注意するのは当然かと思ってたけど、それなら初めっから人目につく広場なんかに来るわけないんだよね。罠か。あいつらに追われてる自覚なんかこれっぽっちもない。連中がクモだってこと忘れてた。あいつら待ってるのさ。獲物が網にかかるのを狩る気満々さ。見られてんな。こっちは素人じゃないね。なあ、どこかはわかんねえが俺たちを意識してる。鎖やろうかね。さあな。もしそうなら団長の命令通りやりたいようにやるだけだ。団長はおそらくそいつの能力を欲しがってると思うけど。マーチ、団長はペアで鎖野郎を探し出し連れてこいとしか言ってねえ。そんな時の暗黙のルールは忘れてねえだろ。生死は問わず手段は好きに。そうだろうが、おめえが勝手に団長の意図を解釈するのは構わねえが、それを俺に押し付けんのはやめろ。私は家庭を話しただけだ。自分の意見を勝手に押し付けてんのはあんただろう。空気が変わった。すごい嫌な感じでビリビリくる。まさかバレたか？大丈夫、まだ気づかれてない。わかんねえだろ。特に俺はお前らと違って絶とかいう気配立ちなんかできねえし。今ここでそんなことしたら逆に不自然だっつうの。奴らが探ってるのはそんなとこじゃない。広場にいる人間の表情や仕草、視線なんかから違和感を見つけようとしてんの。だから今の二人の顔やばいよ。もっと自然に朗らかに話せよ。ほがラカごめん、俺が悪かった。今ここで決めようぜ。生かして連れてくか殺して連れてくか、ルールにのっとってな。いいだろう。表裏。これだけの不測の事態が発生する中でよくぞ娘を守り抜いてくれた。礼を言おう。で今後のことだが、まず娘は家に帰すことにする。それでいいね、ネオン。だってしょうがないもん。オークションが中止になったんじゃここにいても意味ないし。ああ、行きたかったな。オークションは来年もある。気を落とすな。それにお前が欲しがってたものはパパが必ず盗賊から取り戻してみせる。本当？パパがネオンとの約束を破ったことがあるかい？守ったことの方が少ないくせに。こりゃ一本取られたな。旋律と芭蕉と言ったかな。今すぐネオンと次女を連れて屋敷まで戻ってくれ。お前たちも大男を拉致した時に顔を合わせているので完全に安全とは言えんが、ハンターサイトに顔写真まで載っている他の連中よりはマシだろう。
念のため不自然でない程度の変装はしておくように。それじゃネオンは部屋に戻って支度をしなさい。はーい。タウト。さて、それでは本題に入ろうか。オークションは予定通り開催されるそうだ。時間も場所も同じ。コミュニティにしてみれば相手が誰であろうが舐められるわけにはいかんだろうからな。十郎島は盗まれた2日分の品も必ず取り返すと言っている。待ってください。繰り返すようですが、捕虜にした旅団は陰獣の一人に先を越されてオークションの品物は盗んでいないと。陰獣は全滅した。9人までは遺体を回収したそうだ。見つかっていないのは競売品の運搬を担当していたフクロウって男だけだが、おそらく品物ごと旅団にさらわれたのだろう。念能力の怖さは十郎島も十分承知だ。自白させる能力の持ち主がいれば拷問の必要すらないからな。フクロウが運び出した2日分の競売品は旅団の手に渡ったものと見ている。陰獣が全滅したことで十郎島は旅団の始末をプロに依頼した。プロ？俺たちマフィアにとって殺しは威嚇の手段であって専門分野じゃない。ああいう連中が相手なら専門家に任せた方が確かに手っ取り早い。十郎島はすでに優秀な殺し屋を揃えてチームを編成したようだ。これで俺たちが何もしなくともそいつらが旅団を潰してくれるだろう。だがこれはコミュニティに名を売るチャンスでもある。何も殺し屋連中だけに手柄をやることはない。そこでだクラピカ、殺し屋チームに参加してもらいたい。連中と渡り合えるのはお前しかいない。やってくれるな。動いたぜ。どうする？何度も言うけど戦って勝てる相手じゃないからな。なんとかするさ。しなきゃなんねんだろうん、もう前へ進むしかないもんね。オーケー。じゃあ俺の言うことをよく聞いてくれ。尾行は俺とゴンでやる。ここから先は絶対奴らに姿を見られちゃいけないから絶を使う。すげえ。ここにいるのに存在感がうつろになった。急にキルアが薄くなったような気さえするぜ。ゴン、2つ約束を守れ。奴らに姿を見られたら尾行は即中止。速やかにその場を離れること。うん。それ以外にも俺がこれ以上追跡不可能と思ったら中止。いいな。うん。合図は携帯でやる。中止の場合はコール1回。だから通常の連絡はコール2回で出ること。もちろんバイブ設定な。もし奴らがばらけたら女の方を追う。レオリオはゼパイルと連絡を取って競売を担当してくれ。しゃあねえ。今回は裏方に回ってやるよ。2人とも無茶すんなよ。命あっての物種だからな。お前尾行の経験なんてないよな。ハンター試験の時に密かを。マジ？バレずにか？うん、丸1日くらいくっついてたかな。おお、やるじゃねえか。密かにも褒められちった。野生の獣並みだって。ゴン、やっぱりお前は天然物だな。でへ、天然。なんで殴るの？いや、なんとなく。ま、それなら文句なく合格だ。相手の視界に入らないようにだけ注意してくれりゃいい。じゃあ行くぜ。信じて待ってるぜ。ゴン、キルア。今ターゲットが広場を抜けて小道に入る。オーケー、確認。バレてなさそう。大丈夫だ。絶を使っていれば滅多なことじゃ見つからないよ。でも奴ら常に尾行を警戒してるから油断すんなよ。しないよ。たくのんきなやつだな。
見つかったら最後だって。こっちは奴らの変化を見極めんのになけなしの神経すり減らしてるっつうのに。大丈夫、バレちゃいない。奴らが俺たちの位置に気づけば必ず行動のどっかに変化が生じる。どんなに隠そうとしても、どんな人間であろうと、ぎこちなさが仕草や顔に必ず現れる。もちろんそれは蚊の命ほどの儚さで消えてしまう。波の経験と観察力じゃ見つけられない違和感だけど、こっちは3つの時からずっと命がけのかくれんぼをやらされてきたんだ。そのぎこちなさを見落とすような間抜けな真似だけは絶対にしない。つけられてる。おそらくとしか言えねえがな。大したやつらだ。尻尾をつかませねえ完璧な絶だ。かなりの使い手だね。やばい、どんどん人気のない方へ移動してる。さすがにもう尾行してることはバレてるかもな。だとするとこれは罠か。いや、絶対に位置までは悟られていない。それかまだバレてなくてアジトに戻るのかもしれない。だとすればこの尾行は大成功。罠かアジトかどっちだ。罠なら速攻脱出、アジトならもう少し追う。奴らの態度に不自然なとこはない。続行だ。誘いに乗ってこないね。鎖野郎じゃないかもな。なんで？こいつらは複数だ。だが鎖野郎はおそらく単独で動いている。根拠は？奴はノストラードファミリーの一員なわけだろ。にもかかわらずウボウとは1対1で戦っている節がある。なぜならマフィア側に全く動きがないからな。組が関わっていればおそらく今頃ウボウは処刑されて大々的に公開されているはずだ。コミュニティの顔に泥を塗ったその返礼としてな。それがねえってことは多分鎖野郎が一人でウボウを倒し、しかも組に報告してねえってことだ。組に養われているやつが組抜きで動いている理由ってのは一体なんだ。多分支援だ。多分とかおそらくとか多くない？うるせえな。マフィアの後ろ盾抜きで復讐を考えるやつが他の連中と組むとは考えづらい。故に鎖野郎は単独犯で、今俺たちを張ってるやつらとは違う。なんか穴がボコボコの理論だけど。じゃあお前はどう思うんだよ。そうだね。私はこの追跡者も鎖野郎と関わりがあると思うけどね。勘かよ。勘だ。かったけよ。ひらめきだけの人間に理論がどうたら言われたくねえな。おい、どうキルは？待ち合わせか俺たちを誘っているかどっちかだな。俺たちを？まさか尾行がバレてるのかな？五分五分だな。でも位置はバレてねえよ。誘いだとしたら俺たちがどこにいるかわからないからカマかけてるのさ。隙だらけを装ってな。どうする？待ち合わせの可能性もある。動かず様子を見よう。ゴー、一度切るぞ。注意して見てろ。奴らの顔や仕草に少しでも違和感を感じたらすぐに逃げるぞ。俺が携帯を鳴らしたら速攻脱出だ。いいな。信長だ。よ、俺だ。おお、なんだ。そっちはどんな様子かと思ってな。今つけられてんだけどよ。襲ってこねえんだ。なかなか位置がつかめねえし、長引きそうだ。そりゃ難儀だな。それじゃいい情報を教えようか。な？いい情報？どういうことだ？
で止めやがった。よーフェンクス、なんでお前がここにいる？団長と一緒にお出かけじゃなかったのか？ここ4階だぞ。敵を騙すにはまず味方から。お前たちが普段通り振る舞えるようにとの団長のご命令だ。また団長にしてやられたよ。道理で絶の達人が多すぎるとは思っていたんだよな。20尾行、ヒゲと女には知らされていなかったのか。やられた。さて兄ちゃん、いくつか聞きてえことがあるんだが。どうやら鎖野郎の尻尾捕まえたようだね。キルはこんな時の脱出法は焼き漬け、後掘り。次回「ハンターハンタークモの巣囚われ殺し技」、後付け裏付けわさび漬け。この街では見えない星の方が多いんだ。でも